こんにちは、あいです。今日はペチュニアを使って寄せ植えを作りたいと思います。今日のペチュニア、とっても、渋くて素敵な色なんですが、この色選びのポイント、また鉢とのバランスなどを詳しく説明しながら作成したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ペチュニアの雰囲気ですね、そういったものに合わせて、まずこういった鉢を選びました。直径が22センチです。高さは26センチあるやや背が高い鉢になります。ペチュニアの花びらの色に合わせて少し濃いめの紫を用意しています。カラーリーフも色味があまり派手ではないものにしています。鉢が高さのある鉢を使いますので、背が高いカラーリーフを後方に後ろ2つ入れていく予定です。それでは始めたいと思います。まず鉢底に穴が開いていますので、穴の大きさに合わせてカットした鉢底ネットを敷きます。続いて排水性確保のために鉢底石を、そこが深い鉢になりますので、そこから5分の1程度のあたりまで入れておきます。続いて草花用の培養土を入れます。植物を植え込みするので、だいたい上から10センチぐらい下のあたりですね、このあたりまで入れておくようにします。それでは植物の植え付けをしていきます。外側の背が高い植物から植え付けをしていった方が、作成自体はしやすいかと思いますが、今回は主役のペチュニアをまず先に入れて、それから他の植物を配置するようなやり方でやっていきます。ではまずペチュニアです。株の感じ、このようになっています。まず下の方で混み合っている葉っぱは植え付け前に取り除きます。続いて、肩の土、肩周りの土を軽く落としておきます。軽くで大丈夫です。内側に手を入れて広げるような感じで、少しほどいておくようなイメージですね。株をいじりすぎてしまうと逆に根を傷つける原因になりますので、軽くほどいたような状態がこんな感じです。それではペチュニアを中心部分に入れていきます。続いて小花を入れていきます。今日はネメシアを用意しています。株の状態このようになっています。下側の方の混み合っている葉っぱは取り除きます。茎が折れやすいですので、気をつけながら、茎を折らないように気をつけながら葉っぱを取るようにします。葉っぱを取りながら、軽く肩の土も落としていきます。そして根っこを広げます。ペチュニアの若干斜め後ろというような感じですかね。続いてヘリオトロープを用意しています。ヘリオトロープも、これから紫色のお花が咲いてくるようなものになりますね。葉っぱの古いところを取り除いて軽く肩の土を落としていきます。今度は少し前寄りの感じで配置していこうと思います。平べったくしています。少しペチュニアを持ち上げるような感じでお花を3株入れ終わった状態で、今後ろから見たところですね、空いている隙間の部分、ここに、今度背が高い植物を入れていきます。空いている脇の部分に、最後カラーリーフを埋めていきます。それではカラーリーフを入れていきます。背が高いものを後ろにまずは2株入れていきます。まず用意しているのがツイジャーマンダーです。シルバーリーフが綺麗な低木になるタイプの植物です。初夏に薄紫色のお花も咲きますけれども、今回はシルバーリーフとして楽しみたいと思います。こういった植物は結構根が回っていますので、根を広げて柔らかくしておきます。枝自体に動きがありますので、枝ぶりなどを見ながら配置していきます。続いてもう1株シルバーリーフが入ります。今度はオレアリアピンです。シルバーリーフとして寄せ植えにも何度か使っている植物になります。
動きがかなりありますので、単調な寄せなどに、動きを出したい時などに使っていただけます。結構ぐるぐるっと回っていますので、回りすぎている場合は広げて軽く切り取っておきます。後ろから動きを出すのと高さを出すのに使っていきます。カラーリーフ2つを入れて、この辺りですね、全体的に鉢の周りを囲んでいきたいと思います。まず、ヒューキラです。ヒューキラもいろんなタイプがありますけども、少し黒っぽい色味のものを選んでいます。黒い葉のカラーリーフで、ペチュニアを引き締めていきたいと思います。まず株元の土を取ります。結構根が回っていますね。結構根が回っているので手で拾います。丈夫な植物ですけれども、根が回っていない場合は、根っこをあまり落としてしまうと、やっぱり、弱ってしまう原因になりますので、根が回っている場合だけ切り取るようにします。ペチュニアの脇に入れますので、脇に入るように、形をまた平べったくしています。軽くペチュニアを持ち上げながら隙間に入れます。続いて最後に、こちらの部分ですね、この脇の部分にカラーリーフが入ります。手前に垂れ下がるような感じで入れたいので、土を足して高さを調整しておきます。それでは、リースを入れていきます。肩の土を落とします。垂れ下がる植物を入れる場合は、鉢の縁の部分に引っ掛けるように入れますので、土をですね、落とした後、形としては平べったい感じにしておきますね。土を落として平らな感じにしておきます。こういった感じですね。こういった感じで縁にかけるようなイメージです。どんどん伸びていくようにつるの向きを下にして、配置していきます。2つに分けられましたので、2つに分けて入れていきます。この新芽が伸びていくようなイメージです。この新芽がですね、新芽が伸びていくようなイメージです。配置が全て終わったので、今度は隙間にしっかりと土を入れていきます。特に苗と苗の隙間、土が入っていないと根が育ちません。そういったところを特に気をつけながら、しっかりと指で確認していくようにします。手前のものは上に持ち上げるようにして土を入れていきます。使用している培養土ですが、乾いた状態だと、こんな風にちょっと白っぽい色味なんですね。鉢の色とちょっと合わせるために、マルチングをしていきたいと思います。バックチップを敷きます。マルチングの作業は必ずやらなくてはいけないわけではありません。今回の場合は主にバックチップを引いて株元を引き締める、そういうようなイメージですね。アンティーク調の色を使う場合は、色数を抑え気味にするとまとまりがつきます。カラーリーフなどもうまく取り入れて、ぜひ素敵な寄せ植えを作ってみてください。それでは本日もご覧くださりありがとうございます。